今週の YouTube 業界を騒がしている3銘柄、仕込み時。本当かな？怪しい。3銘柄確認してよかった。気温が下がって、冬の衣替えとか、紅葉の美しい季節。気温が変わった。季節が変わったってことは、秋の決算資料が出回る時期なんですよね。決算が出回ったことによって、株価とのギャップが生まれて、そこで儲けるチャンス、逆に損する危険性がある。株価を変える要因として、株価はどうして変わるかっていうと、人間の意識、買いたいな、売りたいなっていう、それはいつ変わるかっていうと、企業の決算とニュース、それくらいなんだよね。特にこのように、決算っていうのは数字で見てわかるので、上がるか下がるかっていうのがすごく予想しやすいんです。例外は一部あるものの、業績が予想を上回ると株価が上昇して、下回ると株価が下がるっていうのは一般的です。具体例としては、アステラス製薬、ずーっとね、株価下がってきてたじゃないですか。でも業績が好調して、決算が情報修正っていうのがあったから、ポジティブな影響を与えて反発していってますね。で、その人間の意識っていうのが株価を変えるもう一つの要因だけど、それって大体 YouTube と連動してるっていうことが分かってきてね、機関投資家プラスこういう YouTube で乗るか乗らないか、エントリーするかしないかっていうの、さらにその精度を高めるために業績を見てる人の話を聞いた方がいいなって、自分はそれが信用できないから自分で見てるっていうことにしました。で、皆さんもね、こういう YouTube を見て、買っちゃったみたいなところあるじゃないですか。ねえ、今回見たんですけど、それはナンセンスでしょ。これは持ってる話でしょとか、本音じゃないところ、釣りサムネイルとか、本当僕、騙すなと思っちゃうので、そう思ってるのって僕だけですかね。このチャンネルでは YouTuber である僕が、自分や家族のために利益が見込める株を分析して、株式初心者はもちろんのこと、上級者でも悩むこと、いくらでエントリーすればいいのかな、利益確定いつしよっかな、儲かってるけど、損してるけど、とか、そういう値段設定まで公開しています。これは他のチャンネルにはない、ユニークなコンテンツで、松井証券の商談の時でもね、驚かれましたね。すごかったですよ、小春さんって。さて、YouTube でエンタメに浮かれているバカな人たちを差し置いて勉強して貧乏人とお金持ちの差をどんどんつけていきましょう。もちろんこれを見ている人たちはお金持ちですよね。はい、今回はサムネの通り3銘柄。一つが日本ゼノン。証券番号4205。決算単身が10月29日に出たばっかりなんですよね。だから速報ですよ。で、これがやばいなと思ったら買わない方がいい。はい。会社の概要として、日本ゼオン株式会社は、エラストマー素材と高機能素材を中心とした製品を提供して、特に合成ゴムや高性樹脂、電池素材の開発、販売に注力して、国内外で生産販売を行っています。まとめると、技術というよりは大量に消費される素材のメーカーですね。配当金に関しては、2025年3月期の配当予想以下の通りに公表しています。中間配当は1株当たり35円。期末配当予想が35円。で、年間の配当の合計が70円。で、去年は45円なんで、急激な増配ですね。配当成功は直近で 30% ほど。それで、配当利回り 5.2% は珍しいですよね。それほどのお金を吐き出して体力は持つのか。増配も予定されてるから、このままの値段だと 6% を超えてくるのかな。もちろん株価は調整して配当利回りが下がるくらい株価が急騰するぐらいの期待が持てる。そういうのが僕たちのね、妄想ではなくて根拠ある決算資料かどうかを読み解いていきましょう。僕ね、数字で出ないものってあまり信じないタイプなんで、株価指標を見てみよう。今見てみると配当利回り 4.9% になってるね。時価総額は3000億円ぐらいだから、まあまあの規模。ROE も成熟企業にしては高め。業界動向及び企業との比較を行うと、日本ゼオンは特にエストラ素材、高機能素材市場において競争力を持つものの、中国市場の低迷や EV 市場の在庫調整の影響は、競合企業も含め、業界全体で課題となっています。こういうの受注生産にすればいいと思うんだけど、売ってしまったもの勝ちなんだろうかね。今後は持続的なコスト削減と高付加価格帯製品の開発により市場シェアの拡大を目指すべき。で、早速、決算資料の報告、10月29日の最新ですね。これを分析して点数にすると83点。日本ゼオンは競争力と成長性に優れた企業であり、今後成長も期待されることから83点となります。なんでこの評価にしたかっていうと、現在の事業課題が解決されれば、さらに高まる可能性もあり、長期投資として注目に値する内容です。ただ、今の数字でこの点数です。これからって言ったらどんどん見えないものに点数をつけていくって、すごく難しいことなんで。財務健全性は25点満点10、23点。自己資本比率が 70% ぐらい高くて、財務の安定性が非常に強いと判定できます。この数値は他の比較としても優秀であって、で、自己資本による資金調達の余力っていうのが大きいですよね。自分たちで金持ってるよ。自分で工場、施設
作れるよっていうことなんで、財務的なリスクは低いっていうことで評価して23点です。で、成長性が20点。根拠としては、売上が前年比 15% 増しと成長性が見られる一方で、物価が上がってるじゃない。それに対して価格改定の遅れとか、人件費が高騰しても値段がそのままだったので、一部事業での利益率の低下を招いたんですね。で、全体的には成長路線にあるので、20点という評価にしました。市場ポジションは25点満点中21点。理由としては、日本ゼオンは国内外で安定した市場シェアを持ち、特にエラストマー素材、高機能素材分野でポジションは強固です。さらに徹底したコスト削減対策、Z シグマっていうのかな？そういう運動により収益性が向上していることから、競争力が強化されていると評価されて21点としました。将来性は25点満点中19点。これはちょっと低めで、半導体や電池素材の市場における需要が増えていくっていうのは予想される一方で、じゃあそれが日本企業なのかっていうと、ちょっと中国の方がね、国土資源みんな持ってるし、で、しかもその EV がどこで消費されるかって中国で完結しちゃってるんで、中国の海外の売上の需要の減少といったリスクが将来の収益に影響を与える懸念があるため19点としました。高成長が期待される分野であるものの、リスク管理が今後の課題と考えています。じゃあこの日本ゼオンがどれだけの投資家から注目を浴びてるか、買いたいかな、これから出来高が上がるかなっていうような、この点数は72点。これは信用残のデータをもとに叩き出している数字です。配当の増配は投資家に好意的な影響を与えているけど、市場の関心が他の成長産業に向かうっていうかな、めっちゃ成長してるっていう企業ではない。今から話す3つは石油関連の銘柄で、それってね、今後もう脱炭素っていうかね、SDGs とか環境にいいものを目指してるんで、なんだったらもう燃やさないでほしいっていう世界の意向なんで減らしていこうっていう考えじゃないですか。あとはそういう燃やす、作るっていうのは悪みたいな印象があるので、投資家としても他のクリーンなイメージを持った企業に投資をするという流れになるんじゃないかなっていろんな株チャンネルで取り上げられているけど、僕はそう思いますね。データを見て。出来高信用倍率っていうのは安定しており、今後の経営方針次第で注目がさらに向上する可能性があるとされていますけどね。総論として、日本ゼオンっていう会社は増収増益基調を維持しており、財務状況も良好であることから買いの判定を推奨しています。やっぱり業績を見て分析していいっていう評価になってるから、株価チャートを見てもグイって上がってる、出来高を伴って上がっていってる。問題はそれが継続して起こるか、あとこれが注目が集まってるだけで利益が伴って向上しているかの話なんですよね。少し懸念点っていうのは高値でも陰線をつけているので、1週間ほどは相場が不安定になる。決算が良かったっていうのと出来高が伴っている。それに加えて配当利回りが高いから長期で保有するインセンティブにもなる。だから海外の投資家からより魅力的になる買いが集まる。そんな状況でした。自分年金として長期で持つんだったら株価の上下っていうのはあまり関係ないから持つことをお勧めします。ではアルゴリズム設定に行きます。大きく窓を開けて株価が上昇したので、すごく予想がしづらかったです。僕だったらエントリーはしないんですけど、今買っちゃったよとか、この値段だったら買おうかなみたいなのが1399円です。そこを基準に損切りのラインが1275円で、トレーディングの開始が1485円で、利益の確定が49円。ピークから下落した利益確定。そしてアラーム設定。これは自分の予想を少し超えたっていうかな。アラームの下限の1280円。これを下回った場合は、決算資料良かったのに株価がそれを下回ったってことなんで、何が起きてるんだ？配当利回りに変化がなかったら魅力的だから買おうかっていう再分析のアラームになります。で、上値はこのまま順張りトレンドの形成してるんだ。じゃあ、それに乗って買い増しするのもありかっていうことです。はい、次は四国電力。証券番号9507。四国電力っていうのは主に発電、販売及び送電の事業を行う企業で、四国地方を中心にサービスを提供しています。また、原子力や火力、水力を含む様々な発電方式を取り入れており、安定した供給に努めています。説明するまでもなく、みんなの家庭の電気代をもらうところだから、すごくわかりやすいよね。貧乏人だからって言って契約しない人っていないじゃないですか。俺な、今月ピンチなのよ。だから、家に帰ってから電気会社解約してきたのよ。いや、そんな人はいない。スマホの充電どうすんの？会社でモバイルバッテリーとかで電気取ってくるのかな？
配当利回りは 3.3% で、そんなに高くはない。日本人のインフラなんで、儲かって利益が出るくらいだったら、電気料金は据え置きして欲しいんだけどね。なんで電気料金値上げするって言っといて、配当金出す、儲け出てんのっていう話ですけどね。これは業績がいい悪いっていうよりも、日本の円の為替レートによる影響っていうのと、材料、原油高っていうのに強く影響されます。だからちょっと割高になってるのかな？こういった他の電力会社と比べてみると、競合である四国電力や中国電力も安定的な収益を確保しつつ、燃料価格や卸電力価格に対応しています。再生可能エネルギーや原子力の活用が進んできて、業界全体での安定性が向上していますが、燃料費の依存度の高さっていうのは、依然業界全体の課題とされています。福島原発で原子力悪いとか国内外でも言われたんですけど、結局原子力が安くできる。僕も原子力があったらいいなと思ってます。近くには置いてほしくないけどね。決算の数字っていうのも10月29日出されていて、それはさておいてね、結局、いいのか悪いのか点数で評価しました。総合評価は77点で、四国電力株式会社は安定した収益と高い配当利回りを提供しており、中長期投資としては魅力的。自己資本比率が 23.9% と安定しており、総資産も堅調です。もともと電力って国がやってるものだし、売上っていうのも毎年一緒なんで、計画的に資産運用がしやすい、事業投資を行いやすい。ということで、財務健全性は25点満点中23点。成長性に関しては25点満点中18点。2025年3月期、第1四半期での売上は 3.2% 増加して、営業利益が 84.6% 増と大幅な成長を遂げましたが、それって内訳見ると、燃料価格の低下が利益を押し上げる要因となっていて、もちろん売上っていうのは変わっていません。日本の四国の人口が急に増えたというわけではないですもんね。こんな風に燃料の価格で売上利益っていうのが上下するので、依存度の高さっていうのが見受けられます。利益は今回はプラスに働いたけど、投資対象としてあまり入れたくない銘柄です。燃料価格の変動、外部要因が影響しやすい事業構造っていうのは、成長のリスクの原因っていうのを考えて18点という低い評価にしました。市場ポジションは25点満点中20点。四国電力っていうのは四国の電気会社なので、その地域においては高いシェアを持って、もう独占に近いんですよね。人は減らないし、安定した売り上げはあるものの、外部要因で利益が変動するということで、トータルで20点。将来性に関しては25点満点中16点と、僕が分析した中で過去最低ですね。業績予想では、燃料コストや外部環境の影響で通期の利益が前年よりも 40% 減少する見込みです。そりゃそうだよね。今年が 84.6% 増えたわけだから。だから株価の指標っていうのはあまり当てにならない。原子力、火力に依存する構造に加えて燃料価格の変動リスクが大きいため将来的な安定性に懸念が残るということで16点としました。手っ取り早くまとめると、電力会社は安定した高い利益と配当利回りっていうのを提供しているけど、外部要因を受けやすい。っていうことで、投資家としてはやりたくないよね。予想できないことが多いから。あの人は大化け候補、銘柄参戦とか気軽に進めるんじゃないと。やっぱり自分が調べてよかったなって。皆さんも YouTube や X で見つけて衝動買いしちゃってませんか？損しても自分の責任だから、ちゃんと分析して、損失の可能性をね、可能な限り減らしていきましょう。自分が選んで納得したんだったら保有しておくだけ。お金は増えていく。買いか保留か。結論言うと、現状では保留の判断を推奨です。業績が良くても、地理的リスクがすごく高いっていうのが分かったじゃないですか。今年は利益が 84% 上がったけど、来年は64% 下がるよとか、でっこぼこしてますね。っていう風に全然予想できたもんじゃない。配当成功も 40% 以上で、これ以上は期待ができないし、これから上がっていくよとか、業績が堅調な売上が予想できる銘柄を選んだ方が利益が出る機会が多いと判断できます。本当になぜあの人は紹介したんでしょうか？この銘柄をいっぱい買う人がいるだろうに、なぜ注目を集めているんでしょう？謎です。では、アルゴリズムの設定に行きます。僕は買いませんけど、毎回この銘柄保有してます。売却すべきですかっていう人がコメントで一定数いるので、そういう人に向けて作りました。今の値段が1224円。だからもうここに設定しちゃいます。これで買っちゃって下がっていくんだったら、全然予想外れてるよんっ
っていうことですよ。そこから株価が下がったら、急になんか神様に祈り出したり、明日は上がるよとか自分に都合のいい妄想をし始めるんですよね。いやいや、予想と外れているんだったら、敗北を認めて違う銘柄に挑戦した方が資金効率は上がるんですよ。自分のプライドっていうのは1円の得にもならない。アラーム設定、上限はこれ以上上がっても魅力はないので、設定はしません。で、下限値、それでも僕は買いませんけど、レンジを外れているので、分析1をかけるタイミングとされます。はい、次の銘柄、3銘柄目で最後です。証券番号5019、ホットモットキット、出光、何してる会社か、ガソリンスタンドの会社、日本を代表する石油元売り会社の一つで、燃料の生成、販売を中心に事業を展開しています。さらに基礎化学品、高機能素材、電力再生エネルギー、資源開発事業も手掛け、総合エネルギー企業として持続可能なエネルギー供給に取り組んでいます。やっぱりガソリンというと車が関係してくるので僕すごくそこ詳しいんですよね。外国から石油を持ち込んでくるんですけど、その原油っていうのは黒いベッドベッドのヘドロみたいなやつなんですよ。そこからガソリンを抽出するのには莫大なエネルギーを使うんですよね。ガソリンを抽出するのにガソリン使うみたいな。でも温度が必要なので燃料を燃やす二酸化炭素を排出しないといけないっていう。で、原油を持ってきたもの、ヘドロ状のやつ、それを蒸留機にかけて、一番上の LP ガスっていうのはエネルギー密度が少ない代わりに煙が出ないから環境に優しく、家庭のガスやタクシーの燃料に使われてきました。デメリットは、この上の気体っていうのは軽いし、有害な物質が出ないけど、逆に言うとそのエネルギー密度は低いので、車っていうのは走れないし、もう一段階パワーのある燃料のガソリン車が使用されています。意外ともっとパワーある燃料っていうのが、軽油っていうディーゼルの方がガソリンよりエネルギー密度が高くて、値段も安いから意外と得なんですよね。じゃあなんでディーゼルエンジンが使われないっていう理由、燃料代も安いし、少ない燃料でたくさん走ることができるって、軽油いいじゃん。でもなかなかそういう車は少ないんですよね。三菱のデリカとか、マツダぐらいじゃないと作ってない。そう、デメリットが大きいんですよね。それはなかなか燃焼してくれない。だから、レスポンスがすごい悪くて、反応の遅い車が出来上がってくるんですよね。アクセル踏んだけど、加速しない。思い通りに操れない車をって。そうすると、すごい運転者にとってストレスがかかるので、乗られていないんですよね。じゃあトラックはっていうと、仕事で乗るわけですから文句言うなという。高いエネルギー密度のやつを燃焼させるから、エンジンも頑丈にしないといけないし、重くなる。だから、乗用車には不向き。僕の雑学については以上です。配当利回りは、中間配当が16円、期末が16円。年間32円。で、年間で 3.1%。昔、すごく高かったイメージがあるんですけどね。株価が急騰して、全然魅力を感じないという数字になっちゃいましたね。どうしてあのチャンネルは進めたんだろうな。株価がこう上がっていって、配当利回りが下がっていくし、石油の消費量っていうのが変わらずに、さっき言った四国電力みたいに、原油の輸入とか為替の関係で利益が変動する。だから、どんどん比較的割高になってきます。他の類似企業との比較を行ってみました。石油電力再生可能エネルギー分野において、国内の競合と比べて、出光協賛は非常に高い収益性を維持しています。ただし、石炭事業が価格の変動に敏感で、資源価格の変動が引き続き影響を及ぼしている。ということで、すごくもうほんと予想しづらい。はい、今回の決算資料を点数化した。点数としては、3社中一番高い84点となりました。財務健全性が25点満点中22点。自己資本比率は 37.9% と安定しており、国内の他社と比べても堅実な水準です。さらに、四半期で負債を905兆円削減しており、債務の削減や資本効率の改善にも努めているっていうのが決算資料を見て分かりました。債務の総額も3兆1092円で減少傾向にあるため、財務基盤が健康であると評価しました。3兆の負債ってもうわかんないですけどね。でも膨らんではないっていうこと。で、23点。成長性に関しては25点満点中21点。これは四国電力とすごく似てるだけど、今年の方が 24% 増加して営業利益も 173% 増加するなど全体の成長が見られます。しかし電力再生可能エネルギー部門が原価価格の影響で赤字拡大となっており、成長性に若干のリスクがあるため21点としました。また、資源セグメント石油価格の下落が影響とされていることも成長の不確実性を伴います。ということで21点。この会社は電力再生可能エネルギーって言っててもごく一部しか投資してないし、俺たちには石油があるから再生可能エネルギーとか
パンフレットにかけるだけのね、建前上やっとけばいいよね、みたいな。利益が出る構造じゃ全然ないので、作れば作るほど赤字拡大になっちゃうんですよね。今後、どんどんそういう再生可能エネルギーの圧力って強くなってくるし、それを考えると、もう投資は僕はしたくないですね、そういうところに。割安かっていうと、そうでもないし。はい。まとめ、84点。出光協賛は財務基盤が健康で、市場シェアも高く安定した成長が期待されるものの、それは期待に過ぎず、実績の数字からすると、利益もすごく予想しづらいし、人口も減っていく、石油も燃やすべきではないっていう代替物になっていく。さて、それで評価ができるかっていうと、もっともっと低いと僕は思います。いや、気持ち的には評価はしないけど、決算資料評価すると84点と不本意ながら高くなっちゃいましたね。人間の意識的に時価総額も大きいので75点と高い。株主還元と収益改善に注力する姿勢が投資家にアプローチする建前っていうのがすごく持ってるので、石炭価格の低迷で利益を引きずってるとか書かれてないですもんね。電力再生可能エネルギーいいことはやってるよって言うけど、足を引っ張ってるよっていうのはね、パンフレットで書いてないですね。はい。買いか保留かっていう件に関して安定的な収益と持続可能な成長を遂げており、総合的に見て買いが推奨されます。まあ、決算資料の答えなんですけどね。僕の考えは、業績よりも石油の価格変動による投資家の資金の流出っていうのがよくあるから、配当金のリターンの割にはリスクが大きく感じるし、興味がない銘柄なので、僕は持たないなんて保留です。あとは今回決算資料が良かったって3銘柄分析したんですけど、まんまと騙されましたね。たまたま為替と原油の高騰で売上が上がって利益率が高くなったっていうだけなんで、来年はもう 60%、40% ダウンするよって、もうこんなのね、予想してっていうか、織り込み済みだと思うんですよね。こんなもんか、株価って。だから、大化けするとは僕到底思えない。個人の感想です。あと、文句言うけど、こういう人たちの株のチャンネル意外と尊敬してるんで、僕毎回見てるんですよ。今回はちょっと賛同しかねるなっていう内容でしたね。はい、アルゴリズムの価格設定に行きます。YouTuber 業界で今週はこの銘柄たちが騒がしていて、業績を分析して自分の投資に対するリターンとリスクを考えた結果、3銘柄中投資していい銘柄1銘柄しかなかったですね。皆さんはどれ選びました？いくつ選びました？何個買いました？アラーム設定は上はもう割高でしょ。リスク取るべきではない。なんで設定してない。で、860円で一応設定したのは、レンジの下加減なんですよね。だからもう一回分析して、配当利回りが 4% くらいだったらまあ買ってやってもいいだろう。で、もう買っちゃったよっていう人のために価格をこうやってつけました。1050円くらいで買っちゃったっていう人に対して、損切りのラインが956円でトレーディングが1113円。まあここまで利益が出るっていうのは反発では予想できますけどね。でもそれって投資というよりは神頼みなんですよね。はい。皆さんいかがでしたか？投資するタイミングの重要性。そのためには市場全体の動向を考慮することが重要です。割安だから、利益が上がったから、決算が良かったからって言うけど、原油の価格がたまたま今年は上がっただけで、煽りということで、市場によって、YouTube によって、買わされてるっていうことが起こりかねないっていうのが今回でよくわかりましたね。これは買わなかった、分析して買わなかったっていうのは損切りと一緒で、損切りっていうのは利益確定と同じ価値があるんです。相場が下落途中にエントリーしたらどの銘柄買っても大体下がっていっちゃうっていうリスクを無駄に抱えることになっちゃうんですよね。だったら勝ち馬に乗った方が何度買っても儲かって逆に勝率を高めるために業績の分析が大前提でね、かつ勝ち馬に乗ったら負けなくなるという手法。会社員で分析する時間がないよっていうよくあるじゃないですか。そんなの調べるよとは僕は言いません。なんでかっていうと僕は自動車整備士を、以前やってたのでね。時間がないな、もう疲れて寝る。もう分析見ないからめんどくさいから一気に買っちゃえ。値下がりしたっていう思い出がすごいいっぱいあるので、今はね、株チャンネルは参考にして自分で調べるのは答え合わせ程度にしよう。信用できる人を見るようにする。することで、サラリーマンでもできる投資っていうのが見えてくるはずです。長期投資のメリットとして不安定な相場でも投資を行うことが重要です。と言ってもね、これは本当に加減が必要なんで、もうすごくそれはセンスが問われるので、業績を見て、数字を見て、買いか買いじゃないかを判断する。これから上がりそうだなーって、お前は神様かって思っちゃうんですよね。テスタさんでも勝率は6割って言って、その本金のスピードがめちゃくちゃ速いから、
今の資産になってるんですよね。ちなみに僕は好きな銘柄っていうのは、長期の投資のメリットとして、時間でカバーできる配当金が高いっていうことと、配当金を持続的に出すことができるかっていう業績を見て、決算資料が良好であること。あとは、会社員のみんなができることって言ったら、投資に役立つ情報を提供するチャンネルの活用っていうのを推奨します。そういえば今日、商談の話で、松井証券とプロモーションのオファーが来てね、それでやったんですよ。ズームのビデオで、こんな感じでね、はい、はじめまして、小春子の木です。うわ、動いてるって言ったり、手振ってきたりとか、もう、子供みたいにワクワクしてる人たちでしたね。割と和む会社の雰囲気でした。内容はね、プロモーションの話で、僕はプレゼン資料の話すときに、僕もね、テッサさんとか松井証券とコラボして一緒に出演したいな、っていうことを言ったら、では、本気で検討させていただきます。っていうことでワクワクするよね。教えてラブリーとか、テッサさんとか、魔法学校コラボできたら、僕のこと知らない人びっくりしますよね。どういう感想を持つんですよね。見た目女の子なのに、中の人男の声じゃんとか、突っ込まないのって、今までそう突っ込む人そうそういないんですよね。いいね、高評価、シェアボタン。これが増えたら、おすすめ回数、表示回数が増えて、投資家の仲間が増えるとか、毎週言ってるじゃない。で、みんなの協力があって、こんな感じで、チャンネル登録者数が高い評価を受けました。やっぱりみんなが反応してくれることによって、先月より 1966% 増加しましたって。今回もコメント、めんどくさかったらいいね、押してね。それでは、仕事も遊びも全力で生きていきましょう。また次回の動画でお待ちしております。あなたと一緒に成長していくように活動してまいります。それではバイバイ。